宇宙世紀0079。後に一年戦争と呼ばれるこの戦乱は、人類史における戦争の概念そのものを塗り替えた。数で勝る地球連邦を、一つ目の巨人は瞬く間に蹂躙していった。ジオンの快進撃を支えたのは、圧倒的な技術力から次々に生み出される、戦局に合わせた多種多様なモビルスーツだった。だが、アニメ、機動戦士ガンダムでは、その全てが語られているわけではない。公式記録の隙間を埋める、もう一つの戦士、MSV。本動画では、その MSV の記録をもとに、たった1年の間で生み出されたジオン公国軍のモビルスーツバリエーションの全貌を紐解いていく。圧倒的な国力を持つ連邦を相手に、ジオン公国が独立を勝ち取るためには、国力の差を覆すための武力が必要だった。そこで目をつけたのが、人型兵器、モビルスーツ。そんなモビルスーツ誕生のきっかけは、電波機器の使用を不可能にするミノフスキー粒子の発見だった。この粒子は、レーダーを無力化するため、高性能な電子機器ではなく、視覚に頼る戦闘を人類に強制する。そこで、ジオン軍は、ミノフスキー粒子干渉下における有視界戦闘を目的とした兵器の開発に着手。国内の銃器工業、軍事メーカーに対して、有効な兵器の開発を求めた。その中で、特に上層部の目を引いたのが、ジオニック社が提出した人型作業ビークルである。最大の特徴は腕と足。本来デッドウェイトにしかならないそれを、一定以上の速度で振ることで、宇宙空間で姿勢制御を行うシステムへと転化したのだ。アンバックと呼ばれるシステムである。こうして、新型兵器開発計画としてスーツプロジェクトがスタート。5年の月日を経て開発されたのが MS-05、通称ザク1として知られる機体だった。ザク誕生。27機製造された初期生産型は A タイプと呼ばれ、モビルスーツの改良、新型開発、武器テストの試験機として重宝された。後期生産タイプは B 型。こちらは、見た目こそ A タイプと変化ないが、コックピットや装甲の材質などが改良されている。初めて、モビルスーツによる実戦部隊に投入されたのは、この B タイプである。MS-05 の配備は、モビルスーツによる戦闘確率やテストを目的として設立された共同機動大隊を皮切りに、宇宙世紀0077末までには、全部隊への編成が完了したとされている。主力モビルスーツであった時期は短かったが、大戦末期でも支援部隊などで使用されており、大戦全期間を通じて運用された数少ない機体だ。そこから、さらなる改良が加えられ、誕生したのが MS-06 ザク2である。ジオンの象徴ともいえる本機の初期生産型は A タイプと呼ばれており、両肩にスパイクのない丸型のアーマーを装備しているのが特徴だ。次に生産された C タイプでは、肩アーマーにスパイクが施され、ザクの形状が完成した。そして、ほどなくして製作されたのが F タイプだ。大戦中、最も生産されたタイプで、現在一般的に知られるザクといえば、基本的に本機のことを指す。本機は、まさに、モビルスーツ開発の得意点とも言える機体だった。MS-05 までは、実戦型モビルスーツ開発という目的に向かう一つの流れが伺えるが、F タイプの完成により、モビルスーツ開発には多様性が見出されるようになる。トータルバランスに優れた F タイプは、あらゆる改造のベースとして最適だったからだ。これにより、空間戦、陸戦、水陸両用、あらゆる状況に適した機種の開発が進んでいく。また、F タイプ自体も、汎用性の高さから、背部のランドセルを交換すれば、あらゆる作戦や作業に従事可能だった。そのため、本機をベースに、数多くのバリエーション機が生まれていくこととなる。まず、対戦初期には、通常のザクの性能に不満がある中隊指揮官以上のベテランパイロット向けの S タイプが登場。F タイプのメインロケットの推力を130トンに強化したことで、推進エンジン出力は 30% も向上している。シャーアズナブルの活躍により、彼の専用機というイメージも強いが、生産機数は約100機と、それなりの数が供給された。他には、F タイプの頭部に、内蔵火器として 34mm 機関砲を4門増加装備し、白兵戦における戦力を強化した FS 型も登場。あのガルマザリが登場したザクも、このタイプだったとされている。また、兵器としての必要な部分を排除し、
偵察任務に特化した戦略強行偵察用の E タイプ、訓練用として教官用コックピットを創設し、対戦初期から運用されていた T タイプなども開発された。ちなみに E タイプには後継機として対戦中期に高性能強行偵察型機として開発された E3 タイプが存在する。ザクフリッパーとも呼ばれる本機は頭部カメラを3機一体型に変更し、背部には折りたたみ式の複合探知システムを装備。ザクらしからぬ異形の形状が特徴だ。レーザーや超音波による探知も可能とし、E タイプよりも広範囲を精密に偵察できた。こうした特殊任務に従事した機体は、他のバリエーション機と比べても異彩を放っているものが多い。中でも F タイプのランドセルを機雷散布ポッドと交換し、機雷設置任務に従事したザク9レイヤーは非常に印象的だ。質量増加によって機動力は大幅に低下しているものの、燃料搭載量は F 型の5倍にもなり、稼働時間も F タイプの5倍と飛躍的に増加した。基本的に搭載機3機と無載タイプ1隻のチームで行動し、ルーム戦役直前から対戦末期まで宇宙機雷敷設を行われていたとされている。華々しい活躍をしたわけではないが、連邦軍に多大なダメージを与えた名脇役である。地上戦線におけるザクの活躍。対戦中期には主戦場が地球へと移る。戦争の長期化を見越した資源確保のためには地上の制圧が急務となったからだ。それに合わせて陸戦仕様の機体が必要となり、 F タイプをベースに地上用の開発が行われた。こうして完成したのが陸戦仕様の J タイプである。傑作機である F タイプだが、約75トンにも及ぶ重量は地上では行動を制限する足かせとなっていた。そこで J タイプでは地上戦には不要な空間線装備を取り去り、軽量化することで地球の重力によるパワーロスを軽減している。なお、ルーム戦役後に締結された南極条約によって核の使用が禁止されたため、 J 型では放射線対策は不要として施されていない。地球侵攻の第2次降下部隊から配備され、第4次降下が行われる時には地球攻撃軍の主力となっていたようだ。宇宙に比べ反作用を気にせずオプション装備を付けられるため、 F タイプより柔軟に運用できたとの記録もある。この J 型は陸戦使用機を製作する際のベースとなった。その後 J 型をベースに脚部に補助推進装置を搭載し、高機動化を図った G タイプを開発。他にも砂漠や熱帯地方の戦闘を主目的に製造され、デザートタイプの愛称で呼ばれる D タイプが登場した。当時固定武装を強化した陸戦用モビルスーツとしてすでに部が存在していたため、本機は最も局地戦用モビルスーツが必要なアフリカ戦線に狙いを絞りチューンが施された。 J タイプの運用データを参考に機体の軽量化、出力増加、冷却装置の大容量化に加え、砂漠での移動強化のため腰と脚部に補助推進ユニットが新設されている。総生産数は114機、すべてがアフリカ戦線に配備されたとされている。後に高性能機ドムが開発されることになるのだが、対戦中期頃にはまだドムの数は少なかったため、その代役として存分に活躍したようだ。このように地上侵攻では用途に合わせてザクを改修し運用する機会が多く見られた。ただ中には思うような性能を得られず試験機に終わった機体も少なくない。例えば K タイプがある。もともとは地上部隊の作戦行動時に機動性の優れる対空防衛用として思案されていた機体だが、開発を担当していたカリフォルニアベースに連邦のキャノンタイプモビルスーツの情報が入ったことでコンセプトを変更。対空防御ではなく対モビルスーツ戦における支援用モビルスーツとして再検討された。こうして誕生したのがザクキャノンとして知られる機体である。だが重量バランスなどの問題を解決できず、試作の9機を生産したのみで開発は中止された。その後前機が北アフリカ戦線に投入されている。中でもグレーデン中尉が登場したラビットタイプと呼ばれる機体は高い戦果を上げた。なおザク J、D、K タイプをはじめとした陸戦用モビルスーツの大部分は北米キャリフォルニアベースで開発されている。また地上用モビルスーツとして陸戦仕様の機体以外に水中専用モビルスーツの開発も進められた。地上の7割を占める海上を制圧することは
地球侵攻を進める上で避けては通れない問題だったからだ。そこで F タイプを基本に水中専用として再設計された M タイプ水中用ザクを開発。だがザクの基本設計がそもそも水中戦に適していなかったため、防水に関しての改造が思うように進まなかった。最終的に試作機が5機製作され、北大西洋の潜水艦シーサーペントに送られるも、ザクの機体形状は水中抵抗が大きく、運動性は極めて悪かった。その結果、あっさりとザクの水中戦用化は中止される。だが、後に新型水中用モビルスーツ開発の試験機としての役割が与えられた。そして、新型水陸両用モビルスーツの正式名称が決定した際に、型式番号は MSM01 に変更されている。他にも、電気回収仕様の機体も多数存在したと記録されている。例えば、使用不能になったザクの部品を組み合わせて作業用に組み立てられた W タイプ一般作業用ザク。ザクの上半身とマゼラベースを組み合わせ、大型作業用車として利用された V タイプザクタンクなどがこれにあたる。また、新型機を開発する際の試験機のベースとして利用されるケースも多く、ジオング開発へ向け、サイコミュシステムの試験機として製造された Z タイプ MS06Z。その2号機の脚部を大水力ロケットに換装して、高機動レベルでのサイコミュシステム実験に使用された MSN01 なども存在した。そんなザクのバリエーション機の中で、トップレベルの知名度を誇ったのが、高機動空間専用の R タイプ MS06R だろう。一般に、高機動型ザク 06R などと呼ばれる本機は、F タイプの性能向上を目的に開発されている。F タイプは、間違いなく傑作機だが、その性能に不満を感じる者も少なくなかった。そこで、一撃離脱戦法を目的とした高機動型の試作が始まる。こうして開発された R 型の試験タイプが MS06RP プロトタイプ高機動型ザクだ。本機は開発のベースに F タイプの高機量産型が使用され、背中、腰スカート、脚部の3点に絞り改造が行われている。各部に装備された新型のロケットエンジンの性能は良好で、エリオット・レム少佐による2週間のテストが行われた際には、機体性能の高さを関係者に認識させた。だが、生産コストの問題から最終的には全面再設計される。こうして開発されたのが R1 型だ。初回生産された22機は実戦テストも兼ねて各方面のエースパイロットへ送られる。初期型は優れた戦闘能力を発揮した一方で、推進エンジンの不良や燃料積載量の少なさなどが問題視された。そうした欠点を克服するため、推進エンジンを乾燥、補助燃料タンクのカートリッジ化など改良を施した R1A タイプが製造された。その性能から練度の低いパイロットでは操れないという欠点もあったが、エースパイロットからは高い評価を得る。黒い三連星と知られるガイア対マッシュ注意、オルテガ注意の正体や、白狼の異名で恐れられた新松永隊も本機に登場している。しかし、製造コストの高さから大量生産には至っておらず、その配備数の少なさから、パイロットの間では、連邦の戦艦を沈めるより R 型を手に入れる方が難しいというジョークまで生まれたほどだ。だが、現場のパイロットから配備を待ち望まれる憧れの機体であったことも事実なのである。そんな本機は、対戦後期に回収型として R2 タイプが開発されている。R1A との違いは、装甲材質の変更、脚部装甲の強化、燃料積載量の増加、搭乗方法の変更など、各部に手が加えられている。大戦末期に行われた、ゲル軍までのつなぎとなる暫定主力機のザオリックドムと争ったが、総合性能の差から採用されるには至らなかった。結果、4機が完成した時点で生産中止となっている。だが、その性能は非常に高く、ザクの皮をかぶったゲル軍とまで言われた。生産された4機のうち、1機は開発チームに残され、他の3機は、えりすぐりのエースパイロットの元へ送られた。最も有名なのが、シンクの稲妻の異名で知られるジョニー・ライデン少佐の上機だろう。他にも、バズーカの名手として知られるギャビー・ハザード中佐、ディレン親衛隊の一員、ロバート・ギリアム大佐も、本機のパイロットとして、多大な戦果を上げている。なお、残された1機は、腰を中心に改造され、ゲルググの試験機として利用された。本機は、MS06R の3、通称、ザク3の名で呼ばれたが、
この型式番号は正式なものではなく、開発チームが勝手につけたものらしい。ザクの限界を超えよ。このように、対戦中は、ザクの汎用性を生かして用途に応じた様々なカスタマイズ機が開発された。だが、地球侵攻に伴い、ザクだけでは対応できない局面も増えていく。過大な汎用性を期待されたザクでは、極地化仕様のモビルスーツとして回収するにも限界があり、設計を新たにするモビルスーツが必要となったのだ。また、連邦のモビルスーツが、汎用性ではなく対モビルスーツ戦を想定し白兵戦を見据えた設計がされていたこともあり、ジオンも白兵戦に特化した機体の投入を余儀なくされた。そこで J タイプに次ぐ陸戦用モビルスーツとして開発されたのが YMS-07 プロトタイプグフだ。機動性・格闘戦性能の向上を目的に装甲を強化、ラジエーターを大型化、脚部には補助推進システムが搭載された。その後も改良を重ね、試作3号機からは固定武装として腕部にヒートロッドや5連装 75mm マシンガンを装備。これは正式生産されるグフのシンボルともなる。その後、外装の整備を行った量産先行タイプの YMS-07B を製作。こちらが青い巨星の異名で知られるランバラル隊の登場機だ。そして正式量産仕様の MS-07B が生産され、部隊配備が進められた。なお、グフの量産にはグラナダやキャリフォルニアベースのザク J タイプの生産ラインが転用されたため、この時点で J タイプは生産が中止されている。固定武装を装備したことで極地戦における戦闘力が大幅に向上し、連邦の RX78 相手にもその性能を遺憾なく発揮したが、武装の固定化により汎用性を失い操縦難度が上がるという弊害も発生している。それでも一部のエースパイロットに愛され、少ないながらカスタムタイプも製造された。マクベ大佐専用の機体が特に有名である。その後、基本仕様のグフでは多様化する極地戦に対応できないと露呈したため、B タイプを改修した C タイプ MS-07C の3グフ重装型が開発され、ヨーロッパ戦線をはじめとした各地に配備された。グフは陸戦用の機体として非常に優秀で、本機をベースにジオンは陸戦用機体の可能性を探っていく。中でも MS-07C の後グフ試作実験機はヒートサーベルを標準装備とし、モノアイを十字型のものに交換した非常に型破りな機体だった。なお、本機はこの後開発される YMS-09 開発のデータ収集用に開発されたため、生産は1機にとどまっており、実戦参加の記録もないとされている。また、地上侵攻後から重力化におけるモビルスーツの走破性能の悪さに頭を悩ませていたジオンは、これらの問題を解消するため、グフをベースにモビルスーツを飛行させる計画も立てていた。その試験機こそ MS-07H グフ飛行試験型だ。中でも H4 タイプと呼ばれる機体は、性能面では要望水準を満たす性能を見せた。だが、実験開始から10日後、新型エンジンのトラブルで空中爆発が発生。パイロットの命が失われるという大惨事を引き起こした。その結果、グフ飛行試験型の開発は中止されている。ちなみに、プロトタイプグフと共作の形で、新型推進エンジンによる短距離ジャンプを得意とする YMS-08A 高機動型試作機という機体の開発も進められていたが、こちらはコストパフォーマンスの問題からボツとなり、グフの開発に統合された。その後も、ジオンは土台 YS などサブフライトシステムとの運用でモビルスーツの移動速度を改善しようとしたが、根本的な解決には至らなかった。そこで開発されたのが YMS-09 プロトタイプドムである。開戦から6ヶ月を数えた頃に開発された本機では、ホバークラフトの技術を応用した熱核ジェットエンジンとロケットの複合推力による高速移動を実現。その走破性能はグフを大きく上回るものだった。この結果を受けたジオンは正式量産仕様の MS-09 を開発。プロトタイプの時点で高い完成度を誇っていたため、外部形状に多少の手直しを入れただけでほぼプロトタイプ通りの仕様で量産がなされた。完成したドムはユーラシア大陸にて初配備される。この時、本機に初めて登場したのがあの黒い3連星だった。本機はホワイトベース隊相手にその性能を遺憾なく発揮している。
ジオンの陸戦用機はドムをもって一応の完成を見たと言っていいだろう。特に砂漠地帯など特性を生かしやすい地域での活躍は目を見張るものがある。だがアフリカ戦線のような厳しい環境下での運用には気候や自然環境が原因のメカトラブルも多発し、現場からは改善を求められた。そこで YMS-09 の2号機を改修して誕生したのが熱帯戦仕様の YMS-09D ドムトロピカルテストタイプだ。ランドセルの再分離と冷却システム大容量化による熱問題の改善、そして近距離通信用のアンテナによる通信能力強化も図られている。本機最大の特徴は改修のしやすさだ。通常のドムを改造すれば容易に熱帯仕様にできたため、キャリフォルニアベースで改修用キットを生産し、同基地で乾燥、そのまま戦地へと送り込むことができた。本機を利用した部隊としては北アフリカのカラカル部隊、中でもロイグランウッド少佐のサンダーキャットが有名である。他には中東のスカラベ部隊も本機を運用していた。ジャブロー基地を攻略せよ。こうして陸戦仕様モビルスーツの完成形がドムと結論付けられていく中、水中専用モビルスーツは実に多彩な進化を見せる。ザク M タイプの運用を経て水陸両用モビルスーツの開発はスタートし、 MSM-03 ゴッグ、 MSM-04 アッガイ、 MSM-07 ズゴック、 MSM-10 ゾックとユニークなモビルスーツが次々と開発されていった。そんな水陸両用モビルスーツの開発途上で誕生したのが特務用モビルスーツだ。ジオンは開戦直後から連邦軍の本部であるジャブロー攻略を目論んでいたが、地下に基地を置く同基地の襲撃には頭を悩まされ続けていた。そこで侵入路の確保、中距離攻撃、白兵戦と役割を明確にした複数の機種により編成された部隊を多方面から同時に侵入させる計画が立案される。まず侵入路確保用モビルスーツ EMS-05 アッグだ。本機はジャブローへの侵入路を切り開くという目的を突き詰めて開発されたため、大型ドリル、カッター、レーザートーチなど特殊な武装構成をしている。一応4連装ミサイルポッドを2機もしくは3機装備できたようだが、運用上の問題からほぼ大型工作機といえる機体として完成した。そしてアッグが開いた道を突き進むのが中距離専用モビルスーツ MSM-04G ジュアッグ。ジャブローの機構に合わせた湿地帯仕様のモビルスーツで、腕部のロケット砲が主兵装となる。アッガイの開発途上で生まれただけあって格闘戦にも対応しており、ゾゴッグの腕部に換装し格闘戦能力を持たされた機体もあったとされる。他にも接近専用の機体として運動性と走行を強化し、ヒートロッドを4本装備した MSM-04N アッグガイ、ブーメラン式ワイドカッターと伸縮自在のロッドアームを装備した MSM-08 ゾノックなどが挙げられる。なおこれらのモビルスーツを利用した作戦はあまりにも奇抜すぎたため、軍内部にも成功率を疑問視する声が少なくなかった。結局ジャブロー内部への攻撃はホワイトベースを追跡し、基地への侵入路を発見したシャー大佐の部隊が中心になって行ったため、これらのモビルスーツが参戦するチャンスはなかったとされている。このようにジャブロー攻略という明確な目標を持っていたジオンは、モビルスーツを水中専用、水陸両用、湿地帯用とその役割を先鋭化させていった。当初は汎用性に優れたモビルスーツこそジオンの持ち味だったが、大戦中期以降は各地での使用に方向性を限定された局地戦仕様へと舵を切ったのだ。巡り合い空。こうして地上侵攻のためあまたのモビルスーツを生み出したジオンだが、ジャブロー攻略の失敗により地上からの撤退を余儀なくされた。そして主戦場は再び宇宙へと戻る。そこでジオンは F タイプに次ぐ次期空間戦闘用モビルスーツの投入を急いだ。もともと大戦中期から連邦が投入してきた RX シリーズの脅威もあって、第2期主力モビルスーツ開発計画自体は進められていた。最終的にプランとして挙げられたのが MS-09R リックドム、 MS-06R の日高機動型ザク2、 MS-14 ゲルグム、 MS-15 ギャンの4機。ジオンとしてはゲルグムを本命視していたものの、開発に遅れもあって暫定主力機を決める必要があった。そこで高機動型ザク2を押しのけ、
暫定ながらも主力機として採用されたのがビッグドムだ。もともとは陸戦型局地専用モビルスーツとして開発されたものの、その基本設計の優秀さから空間専用に再開発される。ゲルググには及ばなかったが、総合性能では高機動型ザク2以上の評価を得た。そしてビッグドムが戦線を支えている間に、量産先行型である YMS14 ゲルググが25機製造され、シャアーズナブル大佐などエースパイロットに優先して送られた。その後、各地のモビルスーツ生産設備が MS14 用に切り替えられたことで、正式な量産タイプが次々にロールアウトし、宇宙世紀007912月に入る頃には実戦配備されていった。ゲルググはまさにジオンモビルスーツ開発のノウハウを集結した機体だ。中でも特徴的なのは、ザク2の長所である汎用性を従来のランドセルを発展させた乾燥式のバックパックシステムで実現したことだろう。これによりザクよりも簡単に作戦に合わせて機体特性を変更することができた。基本的に2種類のランドセルを使い分けて運用されており、増速用ブースターを装備した高機動型の B タイプ、キャノンパック装備の C タイプが存在する。装備するランドセルによって機体名も高機動型ゲルググ、ゲルググキャノンと区別して呼ばれていた。高機動型の1号機はあのジョニー・ライデン少佐の上記で、後に11機がエース部隊に配備されたとされる。ゲルググキャノンは頭部に補助カメラが装備された以外、機体そのものは通常仕様と大差はない。ビーム式のキャノン砲にしたことで、ザクキャノンのように重量バランスや反動処理に悩まされることなく、非常に使いやすい中距離支援機として仕上がったという。だが終戦間際の配備であったため、実戦に参加した C タイプは15機にとどまっている。こうして汎用モビルスーツの傑作機ゲルググが誕生した裏で、従来のモビルスーツとは全く異なる特性を持った機体が誕生しようとしていた。大戦末期、ジオンはかねてよりミノフスキー粒子散布下におけるニュータイプの脳波誘導の特性を兵器として転用する。この計画は通称ビショップ計画と呼ばれ、開発されるモビルスーツはジオンモビルスーツの集大成となるべくジオングと名付けられることが当初から決まっていた。そこでデータ収集とビーム兵器のテストを兼ねて開発されたテスト機のうちの1機が MS-06Z サイコミュ試験型ザクだ。なお名前こそザクを冠しているものの、使用されたのはメインフレーム程度で、頭部を除いてザクを感じさせる形状は残されていない。ジオングの性能を極力再現すべく、肘から先がジオングと同規格の優先式ビーム砲へ置き換えられているのも相まってアンバランスなフォルムとなっている。性能はニュータイプ専用機らしく非常に高水準のものではあったが、稼働時間は10分ほどと運用上の問題は残されていた。なお Z タイプは計3機生産されたが、そのうちの2号機はグラナダの交渉で高機動時のサイコミュシステムのデータ収集用として両脚部を大出力ロケットエンジンに換装された。この機体は MSN-01 サイコミュ高機動試験型ザクと呼ばれている。本機は宇宙空間戦闘用と割り切り、脚部としての機能を大胆に排除した。これにより機動性は Z タイプを大きく上回っているが、その機動力を十分に活かせるだけの推進剤を搭載できず、結局ジオングの開発用のみに存在した機体となった。だが最終的に MSN-01 と MS-06Z が2機アッパオア空戦に参加したという記録も残されている。そしてこれらの実験の成果を経て開発されたのが MSN-02 ジオングである。合計3機が製造され、うち1機はシャアーズナブル大佐がアッパオア空戦で登場し、華々しい戦果を上げている。なおシャア大佐が登場した機体に足がなかったため、足がない姿が最も有名だが、これはシャア大佐の機体が未完成だったためである。本来のジオングは頭部、胸、両腕、腰、両脚の7パーツを用いたオールレンジ攻撃が可能となるはずだった。この完成体はパーフェクトジオングと呼ばれることもある。こうしたサイコミを利用したオールレンジ攻撃の有用性は、ララースン少尉の登場したエルメスやシャリアブル隊のブラウブロが証明している。だがサイコミュシステムの搭載にはかなりのスペースを要するため、機体が大型化してしまうという欠点もあった。さらに機体そのものをパイロットの資質に合わせチューンする必要があるほか、そもそもパイロットがニュータイプであることが必要条件など、
生産・運用上の問題が山積みだったため、主力モビルスーツとして採用できるようなものではなかったのだ。結局、宇宙世紀 WO81 月1日、一年戦争は終戦。ジオンが目指した新時代の兵器は、完成することなく戦火に消えていった。だが、ジオンの研究は後の世に引き継がれ、ニュータイプの力を戦場に知らしめることになる。戦後の連邦による調査では、どれだけのモビルスーツが開発されたのか、正確な実態はつかめなかった。計画のみに終わったものも含めると、その数は果てしない数になる。この多種多様なモビルスーツ群こそ、ジオンの技術力の象徴だった。戦後、ジオンの技術を接収した連邦は、その技術の高さに度肝を抜かれたという。戦争の勝利こそ、連邦が手にしたが、ことモビルスーツ開発技術に関しては、ジオンは連邦の10年先を行っていたのだ。その驚異のメカニズムと魂は、モビルスーツ産業を通して後の世にも受け継がれていくのである。